皆さんこんにちは、ゆりこです。今日はなんと北海道の釧路湿原号に皆さんと一緒に乗車していきたいと思います。実はこの列車、ずっと前からいつか乗ってみたいって思っていた私の憧れの汽車なんです。まさか本当にこの雪景色であの黒い SL に会える日が来るなんて。今日は車内の雰囲気や窓の外の景色、そしてこの汽車が走ってきた歴史も一緒にゆっくり感じてもらえたら嬉しいです。さて今私がいるのは標茶駅。ここから釧路駅までを結ぶのが釧路湿原号です。駅に着いてまず最初に迎えてくれたのはなんとゆるキャラさんたち。まず白と黒の方はミルクックさん。角は泡立て器、尻尾は計量スプーン。なんと史上初のクッキング牛なんです。特技は体をフルに使ったスピードクッキング。性格はとっても温厚でおもてなし上手。でも歩くのは牛歩レベルのマイペースさん。料理に失敗した時だけ牛らしくもーって叫ぶんだそうです。そして黒と赤の方がハッピー黒兵衛。いつもハッピー姿のお祭り大好き男子。お祭りには必ず登場してかぶり物になっているお肉で標茶の牛肉の美味しさをアピールしてくれます。食べた人に元気を与える憎いキャラクターでも本人は自分が肉牛だということにまだ気づいていないそうです。振り込め詐欺防止などの啓蒙活動もミルクックさんと一緒に頑張っているそう。このハッピー黒兵衛という名前は標茶町の小学生9人が考えてくれたんだそうです。さて標茶は酪農の町。人口およそ8000人に対してなんと牛さんはその約5倍だから町にはこんな風に牛モチーフのゆるキャラさんがいるんですね。最後に一緒に写真も撮ってもらってもう大満足。さあいよいよここから SL 冬の釧路湿原号に乗り込みます。あの煙突からね湧き上がる煙を見ているだけでもうすでに涙が出そうなほど嬉しいです。実は SL に乗ること自体初めてのゆりちゃん。 SL を見たのも初めてです。子供の頃機関車トーマスのアニメをよく見ていました。あの中によく出てくるぐるっと回る丸い台覚えていますか？あれがターンテーブルです。蒸気機関車は基本的に前向きで走るように作られているので終点に着いた後向きを変えるためにこのターンテーブルが使われていました。標茶駅で SL を撮っていると地元のおじいさんが話しかけてくれました。昔はねここにもターンテーブルがあったんだよ。でももう潰しちゃってね。だから今帰りの SL 冬の湿原号は機関車は向きを変えず後ろ向きのまま釧路へ戻るんです。理由は後で説明しますが一旦乗車していきましょう。さあ皆さん心の準備はできていますか？はい、今回私が座るのは4号車2番の D 列。そしてなんと今回とってもラッキーだったのがボックス席なのにまさかの貸し切り。もうこの時点でテンションが上がりました。もともとは4号車の一番端っこのボックスを取る予定だったのですが直前になって切符をね変更しなきゃいけなくなってしまったのでこちらの席に移動できました。本当にラッキーでしたね。しかもお隣は、ストーブカーのストーブ置き場になっていてそもそも誰も座れないスペースなんですね。だから横も前もすごく広々、笑顔が止まりません。
人の目も気にならないし、窓の景色もゆっくり楽しめて、まさに最高の席。このまま暖かいストーブと一緒に冬の釧路湿原を走っていきましょう。バイバイ。かわいいゆるキャラたち、また会いましょう。私は必ずまた来年ここに来ることを誓います。本当にありがとう、しべちゃん。皆さんありがとうございました。さて、車窓からは SL の煙がもくもく止まることなく空に昇っています。そのね、景色にただただ感動していると、隣のボックスのおじさまがそっと話しかけてくれました。このストーブの上でそれぞれ持ち寄った食べ物を温めるのが醍醐味なんだそうです。でもね、私今回が初めての乗車で、そんなことも知らず持っていませんでした。するとね、このおじさまがよかったらどうぞって言ってね、セブンイレブンのサキイカを開けてくれたんですね。なんだかね、その瞬間がすごく温かくてね、世の中には本当に優しい人がいるんだなって、このね、旅で何度も噛みしめていますが、改めて感じました。感動しながらも写真や動画を撮ることはちゃんと忘れません。実はこの電車の存在、1年半前から知っていました。でもね、その時はいつか乗れたらいいなっていうふうに思っているだけで、気づいたら冬が終わっていて、春になって夏になって、少しね後悔していました。去年ね、鉄道会社で働く友達に聞いたんですけど、 SL は特にね、いつ乗れなくなるかわからない存在だそうです。というのも、維持費はとても高くて、もし部品が壊れたとしても、もうこの時代には同じ部品を作れる場所がないことも多いそうです。部品不足を理由にね、突然引退してしまう SL も実際にあります。なんだか人間みたいですね。人もいつ何があるかわからない。最後がね、必ずしもさよならをね言えるわけじゃないですよね。 SL もいつ走れなくなるか分かりません。だから私は後悔する前に人生でやりたいことをやろう、そう思って今回この SL に乗ることを決めました。ちなみに意外だったのが、東京の羽田からこの釧路まで飛行機で来ることができますが、なんと往復で約2万円です。意外ですよね。私、北海道に冬に旅行するのってすごく高いイメージがあったんですね。きっと往復で3万円以上はするだろうな、場所によっては5万円近くするんじゃないかなって思っていたんですが、私が今回予約したエアドゥというね、航空会社、アナの、関連会社のようなんですけど、全くね、問題ないクオリティの飛行機が、往復で2万円で乗れるということにかなり驚きました。もうね、釧路が大好きすぎて、今年の冬かもしくは今年の春先、夏にはね最低行きたいなって思っているのと、間違いなく来年の冬にまたここに行きたいと思っています。釧路は本当に物価が安いですし、自然が本当に雄大。車窓からね、今見てる景色を見てもらったら分かる通り、銀世界と青空が大きく広がっています。北海道のね、中にはもっともっと寒い地域があります。以前、ニセコというね、エリア、ルースツーというエリアに冬に行ったことがありますが、それらはね、スキー場としてもとても有名で、本当に雪がたくさん降ります。そのため天気がね、必ずしも晴れではないんですね。このようにね、晴天で、白い世界を見ることができるっていうのは恵まれているなと思います。本当に美しくて、スマートフォンでね、何度も動画を撮っているんですが、データが足りなくなりそうで心配ですね。ちなみに私の席の隣にスタンプ置き場があるので、皆さんスタンプを押すのを待っているようです。
私はね気にせずにここで撮影をしているんですけれども、皆さんどうですか？今回ねちょっと気分を変えて360度カメラで撮影をしてみることにしました。せっかくね SL を撮るのにオズモポケット3のね、1アングルだけではもったいないと思い、360度カメラを使って360度の、汽車の中を撮りたいと思って今回こちらを使用しています。今回全然ねカメラの PR じゃないんですけど、360度カメラってこうやって使ってみると意外と便利なことに気づきました。ブログとかでねやっぱり撮り逃したくない時ってありますけど、こうやってね危ない、なんか転びましたね。危ないな。景色ばっかり見てね歩いてるから溝みたいなところに落ちるんですよって感じですけど、特に怪我はしていないようです。こんな風にね面白い撮影もできますし、撮り逃しがねないっていうのが一番嬉しいポイントですね。そんな風に画面をタッチしてね回さなくても撮れてますよって感じですけどね。はい、画角をチェックしているようですね。はい、本当にいつも笑顔。このね電車に乗ってから本当に楽しそうですね。よかったですね本当に。はい、一旦座席に戻りましょう。戻るとねまだスタンプを集めている人たちで車内はわちゃわちゃしていました。さてここで少しだけ SL の歴史について調べてみたので紹介します。北海道で最初に SL が走ったのは1880年、小樽と手宮と札幌を結ぶ区間でした。国内で最初の鉄道、東京新橋から横浜の開通から8年後のことです。そこから線路は少しずつ海沿いから内陸へ、北へ東へと広がっていきました。開拓に向かう人たち、大切な荷物、そして文化も SL は北海道の町と町をつないでいきます。当時北海道内の炭鉱で採れた石炭を燃料に貨車をたくさん連ねて走る蒸気機関車はまさに物流の主役。鉄道網が張り巡らされ、大小さまざまな SL が走り、空に昇る黒い煙は地域の繁栄の象徴でもありました。そしてその煙は戦後には復興の印にもなります。やがて時代は変わり、ディーゼル機関車や電車が主役に。それでも SL は北の大地を黙々と走り続けました。そして1975年、国内最後の SL が引退します。今私たちが乗っている SL 冬の出現号は、そんな歴史を背負いながらもう一度線路の上に帰ってきました。140年以上続く北海道の鉄道の物語を今日も静かにでも力強く牽引しています。さて、灯籠駅に着いたので気分転換に一旦降りてみましょう。この駅では反対方向の列車とすれ違うために10分ほど停車するそうです。ちょっと驚いたことがありました。この専門線、なんと単線なんですね。江ノ電も単線ですが、あれは全長たった約 10km。でも専門線は北海道の道東を北から南へ結ぶ約166キロもの長い路線。それなのに単線ってちょっと信じられませんよね。でもこの広い大地と厳しい冬、雪が積もることや線路の維持、
点検の手間を考えると、きっとこの土地にあった形が単線だったのかもしれません。自然と一緒に無理せず走る鉄道、そんな風にも感じることができますね。さて、私はコートを着てくるのを忘れてしまったんですが、外はなかなか寒いです。ストーブカーがね、いかにストーブのおかげで暖かくなっているかを思い知らされますね。本当にね、この電車に乗ってる人の多分 95% は鉄道好きなんですね。そのせいか、自分がね、どれだけ写真を撮ったりとかしても全然浮きませんね。どっちから来るんですか？普通列車？はい。動くんです。はい。どこにいればいいの？なればこのギリギリ。すごくね、フレンドリーな車掌さんに次の列車がどこから来るか聞いてきました。もちろんね、列車が通過するところを、取り損ないたくはないですね。なので線路を渡っていきましょう。でもこうやって見ると本当に電車との距離感が近くて、ある意味ね、危ないよなって思うところがあるんですけど、それにしても車掌さんは本当に優しいなって思います。多分ね、どことは言わないんだけど、他の観光地の鉄道会社だったら、ちょっとそこ危ないですよとか、近づかないでくださいとか、もうちょっとね、嫌な顔するかなって思ったりもしなくもないんですけど、本当にね、この、失言号の車掌さんは優しいし、運転手さんはね、どの人も本当にいい人だなと思います。それからね、あんまり首都圏と違って、ここにいる電車を取る方もですね、非常に心に余裕があるというか、すごくね、変な人が少ない印象ですね。やっぱり、ある程度ね、北海道っていうところは、本州から遠いですし、ましてやね、東京からは飛行機がないといけないので、ある程度ね、年齢の高い人がやっぱ多いのかなっていうのが私の、観察した印象ですね。はい。灯籠駅ですね、ここが。次の電車がいつ来るかうずうずしていますが、なんかね、電車が来たっぽいですね。走っていきましたね。はい、これは普通の専門線ですね。そう、今私が乗っている SL は特別な観光用の列車なのですが、この専門線はだいたい1日に5本か6本ぐらいかな、それぐらい走っている電車で、道東をね、北から南へと結んでいます。北海道は電車ではなく、汽車なんですね。電車だと、普通ね、電気を使って動くんですけれども、雪国っていうところもありますし、距離がかなり長いっていうところもあって、ディーゼルを使って運転しています。石炭で動いていた汽車からね、石油でね、ディーゼルで、動いているというわけになります。さあ、ゆりちゃんは果たして素敵な写真が撮れるのか、みんなで見守ってください。発車しましたね。連射していきます。最高の瞬間は撮り逃しません。もちろんスマホでも撮影していきます。すごいね、こんなにね、日本全国からね、撮り鉄が、北海道釧路にやってくるとは本当にすごいですね。でもやっぱり先ほども言った通り SL っていうのは本当にいついなくなるかわからない絶滅危惧種なんですね。本当に来年この SL があるかどうかも保証されていないんですね、正直言って。なので皆さんがね、こうやって北海道はるばるねやってくる理由もすごくよくわかりますし、
私は間違いなく来年ここにまた戻ってきたいと思っています。さて、ここが操縦席です。私ね、もちろん SL を見るのが初めてと言ったんですが、このね、中の席を見るのも初めてでした。もちろん当たり前と言われたら当たり前なんですけど、 SL って石炭をね、黒いね、石炭を燃やして走っているんですよ。すごくないですか？初めて見たんですよ。今この令和の時代に石炭を使ってこんな煙をね、もくもくさせながら列車が走るなんて本当にすごいなって感動でしたね。そしてね、もちろん運転している人は暑いと思いますし、本当に頭が下がる思いですね。はい、まもなく運転が再開ということで、車内に戻っていきたいと思います。そしてね、先ほど、隣のボックスシートにいたカメラマンさんがゆりちゃんの写真を撮ってくれるということで、何やらポーズをしていますね。こちらのズボンになんか変なケバケバがついておりますが、このズボンはだいたい3年ぐらい履いているズボンになるので、そろそろユニクロでね、新しいものを買い替えた方がいいかもしれませんね。はい、冗談はさておき、車内に戻っていきます。こんなね、部屋があるのを知らなかったんですけど、こちらは1号車になっており、こちらは5号車になっております。5号車と1号車はですね、このように、片方の座席がですね、完全に窓を向いている形になっています。本当にね、釧路湿原を、目いっぱい楽しめるような形になっているんですね。ただ私的にはこのボックスシートのですね、位置が本当に完璧だったのでラッキーだったなと思います。さて、ちょっとね、4号車そして3号車の様子も少しツアーして見ていきたいと思います。本当にね、美しい車窓の景色ですね。一人じゃなかったら数人でこうやってボックスシートを使って、お菓子をね食べたり、お酒を飲んだり、おつまみを食べたり、話にね花を咲かせて、楽しい時間を過ごしたいところですね。でももちろん一人で来てもすごく楽しむことができます。私はね一人で来ましたけど、すごく楽しんでいますよ。さて、やってきたのは2号車ですね。また転びそうになりましたね。ちゃんとね、足元を見て歩かないと危ないですね。はい、2号車ではこのようにですね、ドリンクですとかお土産ですとか食べ物が売っているということなので、ゆりちゃんも食べ物やドリンクを飲んでいきたいなと思って、この2号車にやってきました。たくさんのね種類の食べ物や飲み物があって、何の食べ物と飲み物を頼もうかなと思って、すごくねワクワクしています。どれをね頼もうかな。やっぱり札幌クラシックビールかな。でね、これねメニュー見ると分かるんですけど、意外とねそんなに高くないんですね。もっとね高い値段かなって思うんですけど、札幌クラシックなんと370円って書いてあるんですね。信じられますか？ここ電車の中ですよ。普通ね多分800円とか700円とかもっと取ってもいいぐらいなのに、すいません、信じられない値段ですね。でも今気づいたんですけど、なんとこの、電車の中のお店もう終わっていました。悲しすぎます。短かったですね、本当に。はい、すごく悲しいんですけど、標茶からね東路までの間しかどうやらねこのお店はオープンしていないようなので、次からね乗る方はぜひね気をつけていただけたらと思います。さて、どうやらねお土産を配っている人がいるとのことなので、座席に戻っていきたいと思います。ちなみにこの釧路湿原号の乗車券はいくらかというと1680円となっています。1680円って高くないですよ。このクオリティの列車、そしてね機関車を守っていくっていう意味では
もうね3000円とかね4000円とかね、それぐらいの値段にしてもおかしくないぐらいなんですけど、このね電車は本当に優しくて1700円程度のね、切符で勘弁してくれているというわけですね。なので結構驚いたことに、中には3日間連続で乗っているという方もいるようです。ちなみにゆりちゃんのねボックスシートの隣の方は3日間、乗っていると言っていました。超びっくりですね。でもねその方が言ってたのは、昨日に比べて今日は空いているというお話でした。嬉しかったです本当に。で今私が何をしに行っているかというと、一番前の、窓にやってきました。もうねあとちょっとで、釧路駅に着いてしまうということだったので、やっぱねどうしても先頭からの景色が見たいよなと思って先頭にやってきたわけです。それがこちらの景色、ちょっと面白いですよね。機関車の頭はこっちを向いているのに、反対側に進んでいるというこの状況、すごく面白いです。今ねここでしか見れない、景色かもしれませんね。はい、ということで皆さん、冬の釧路湿原号いかがでしたでしょうか。この後ね私は高所して釧路に、行くんですけれども、皆さんこの動画を楽しんでいただけましたでしょうか。30分近くね私がねダラダラ喋ってきたんですけど、本当に私はこの釧路に行ってよかったです。たくさんのね思い出を作れて、電車のね、素敵な景色も撮ることができて大満足です。もうね明日死んでも満足するぐらい本当に満足な旅でした。ぜひね皆さんも機会があったら釧路に行ってみてほしいです。釧路にはね本当にたくさんの魅力があるので、ぜひね行ってみていただければと思います。ちなみにゆりちゃんは今考えていることは、場合によっては今年またはね来年から釧路でプライベートツアーをしたいなって思っています。もはやねプライベートツアーというよりかはグループツアーという形でねやっていきたいなと思ってるんですけど、本当に釧路が私は大好きだったので、このね釧路の魅力をもっと知りたいし、釧路の魅力をもっと伝えたいっていうところでね、単調鶴の撮影単調鶴のね場所を巡ったりとか、汽車の旅を一緒にしたりとか、それからね今回回ることができなかったんですけれども、阿寒湖というねアイヌの民族が住むすごい素敵なね湖でワカサギ釣りをしたりとか、本当にね釧路には数えきれないほどの魅力があるんですね。そういったことをね皆さんと一緒に、巡ることができたらどんなに楽しいだろうなと今想像しています。なのでね、もし来年もしくは今年釧路の、ツアーに参加したいよっていう方がいたらね、ぜひね、メッセージいただけたらなって思います。それではね皆さん今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。